様、はじめまして、生田神社の酒井と申します。本日はテテックス三宮開催にあたりまして、関係者の皆様方にはまず、無事にこの日が迎えられましたことを心よりお喜びを申し上げます。先ほどですね、船橋さんがかなり緊張していらっしゃいましたので、私もその舞台横におりながらかなり緊張感が増してまいりまして、少し、何をお話ししようかなと思ってたことが飛んでしまいそうになったんですけれども、まずはこの日を迎えられて、そして生田神社というこの神戸の地に1800年余り続く神社でございます。その神社を一番初めのですね、この登壇者としてお選びをいただきましたことを心より感謝を申し上げますとともに、そして本日お祭りの方々には生田神社でですね、神楽というものがございます。で、初め少しお伺いしたいんですが、生田神社で神楽をご覧になったことある方というのはいかがでしょうか。いらっしゃいますでしょうか。もしいらっしゃればちょっとお一方ありがとうございます。はい、なかなかですね、神楽というのは、生田神社であれば結婚式でお祝いの席で舞をしたり、あとは昔であればですね、戦国武将が戦の際に戦勝の、願いを込めて神様に奉納するといったようなのが神楽でございます。で、今日はですね、こちらの方に私とあと巫女が4名ほど参りまして、生田舞という生田神社独特の神楽を表現させていただこうかと思っております。で、神楽と申しますとですね、そこに神様を招いて、そしてその地の安泰を願ったり、また荒ぶる魂を鎮めるために昔から放送されるものでございまして、今私はこの龍笛という笛をですね少し吹かさせていただいたんですが、日本古来から伝わる神楽というのは神話の時代、雨のうずめの御事という神様が雨の岩戸隠れ、天照大神という神様が岩戸の中に隠れられて地上が真っ暗になってしまったと。その際に雨のうずめの御事が舞い踊り、何をその楽しそうにしているのかということで、また現れた時に光が差し込んだということで、その神話の時代から続くものが神楽なんですけれども、ですのでこういう横笛を使ってみたり、あと和太鼓であったりとか、そういったものを使用するのが、当たり前の神楽でございます。ただこの神楽のですね非常に珍しいものというのは、衣装というのは平安時代の宮廷装束でございます。そして手には榊と扇を持って舞をするんですけれども、主な主旋律がピアノ伴奏という非常に全国でも珍しい神楽でございます。で、これは海外の方にですねもし発信しておりますので、海外の方が見られたり聞かれたりすると、ピアノ伴奏当たり前の伴奏じゃないかと思われるんですが、日本という国で神話の時代より続く神楽という伝承の中でピアノ伴奏がなぜその神楽の中にあるのかといったことを今日はですねご説明をさせていただきながら、この神楽をご覧いただきたいと思っております。この神楽でございますが、昭和42年約800年前に純徳院また後鳥羽院のお読みになられた歌がその歌詞となってございます。秋風にまたこそとわめ津の国の生田の森の春のあけぼの、月残る生田の森に秋更けて夜寒の衣弱にうつなり。この西というのは生田神社の北側にございます生田の森を、その当時の風情をお読みになられた800年前の歌でございます。こちらの歌を歌詞にいたしまして、宝ジェンヌで有名な宝塚音楽学院宗教担当の竹内平吉氏が作曲をされ、そして作部を藤間小寛治氏が担当され完成をいたしました。今より約13年ほど前に生田神社御鎮座1800年を記念いたしまして、さまざまな楽器を用いたオーケストラバージョンとして編曲をされましたが、より近代的な音楽での演奏ということになっております。それでは巫女はですね一旦準備のために下がらせていただきます。それではなぜですねこのような神楽が生まれたのか、そして本日このキートというテテックス三宮という機会でこの舞を放送させていただくのか、お話をさせていただこうと思うんですが、これは生田神社のですね今の様子でございますけれども、少し生田神社の歴史について初めに申し上げます。
当社は今より1800年余り前、西暦で申し上げますと201年、この地の守り神としてご鎮座をされました、伊勢神宮にお祭りをされます天照大神様の妹君、またご幼少のお姿と伝えられる若昼目の御事という神様をお祭りしております。若昼目の御事、若くみずみずしい太陽の女神ということで、朝日の昇るような女神様という意味でございます。そして歴史の中にですね、大きく名を残してくるのはですね、大同元年西暦806年になるんですが、生田神社に朝廷より官兵衛44頭を授かるという、そういう歴史がございます。官兵衛というのは今の神戸という神の戸と書く官兵衛ですけれども、神様に何かお世話をするための租税を納めたり、そして田畑を耕したり、そして耕されたお米を神様に奉納したりといったような生田神社の普段の生活を見守る方々44件、今のですね考え方でいうと大体200人ぐらいの集落かとは思うんですが、その当時でいうと非常に大きな集落で、それが今の神戸市の150万人都市の礎というふうになっておると聞いております。その官兵衛というのがですね、神戸というこの地名の発祥の由来ともされておりまして、あまり生田神社の歴史について話をしますと、それだけで結構な時間がかかりますので、これはこのぐらいにしておきますが、この今回のテデックス三宮という地名も、生田神社の周りにご鎮座をされる一宮神社から八宮神社までの神社の3社目の神社、三宮神社というのがその由来となってございます。こちらの地図はこれまた古いですね地図なんですけれども、これが今の生田の森の様子でございます。このような感じで生田の森というのはうっそうと茂った森でございまして、以前の森といいますと、画像が消えましたね。これか、はい、こちらが以前の森でございます。このポインターの部分が以前の生田の森でございまして、その上に今の北野坂、北野の異人館というのはもう田畑しかない場所でございます。そしてここが今のフラワーロードですけれども、旧の生田川がこちらにございまして、見る限り田園風景が広がる生田という国にふさわしいその雰囲気であるんですけれども、古くはこの生田の森に多くの文人墨客が訪れられまして、生田の森との風情というのはさまざまな花がですね咲き誇り、その風景を見て先ほどの2首も読まれた歌でございます。ただこの今お印しております画像にはですね、変わった部分が大きく2点ございます。何かと申しますと、この生田の神社の裏にある生田の森の東隣にこういった楕円形のですねこういう場所がございます。これが何かと言いますと、日本で初めての競馬場なんですね。はい、海外の文化、イギリスの文化というのがこの競馬場にまず一つこの写真にはございます。そして海の方に行きますと、海外の帆船が多く止まってございます。生田の森の変革といいますのは、慶応3年、西暦で申し上げますと1867年12月7日の日に今の神戸港、兵庫港が開港されたことによって海外の文化が多く入ってくる場所となりました。でその当時、生田神社の神主というのは五光家という後ろ神と書いて五光と申し上げるんですが、五光家という神主が宮司をしておりまして、本来神社というと非常に閉鎖的な部分がありまして、新しいものは基本的に拒むという考え方があるんですが、生田神社の境内近くにはオランダの領事館を建ててもいいという許可を出したりですね、この地にアメリカをはじめ各国の領事館が建てられ、そして競馬場、そしてこの海外の船が多く入ってくるといった、そういった国際的なですね場所として発展していくこの始まりでございます。続いてこれ先ほどのが明治4年の様子なんですが、これが明治の15年の様子なんですけども、もう森は少し小さくなりまして、あちらこちらに道路という道筋ができまして、そしてもちろん帆船の数は多く増えておりますし、港の方には旧遺留地ですね、外国人の居留地というのがここにも
多くございます。そして北野の方の異人館というのも建てられた状態がこういう状態なんです。なのでもともと生田神社というのは1800年の歴史がありまして、生き生きとした田畑がある国、生田長尾の国という国にあり、それが明治を迎えた時にそういったものを否定をせずに、神社の境内地を開放をして、また都市開発のために道路を作ったりとかですね、そういうことのために神社が協力をしていったことによって町がどんどん栄えていくといったことでございます。で変わった写真なんですけれども、これはアメリカの写真家のライトさんという方が撮られた写真なんですが、神社の社殿、これは大体明治の後期から大正の前期ぐらいの写真だそうなんですけれども、ここにも変わったものが一つございます。何かと申し上げますと、神社の本殿のすぐ左側に本来であればこういう灯籠で光を差し込むようにろうそくを立てるんですが、その当時では非常に珍しいガス灯がここに立っていると。石油を使った光というのはその当時でもあったんですが、ガスというのが明治の終わり頃からですね、街中にはこうつくようになった。それが神社の境内にもこうやってガス灯が立っているというのは非常に先進的な部分があったという証拠ということでございます。そしてさまざまな文化が入る流れで神社の門前町、こちらの方もさまざまな建物がですね立ち並び、これは今の東急ハンズのとこですけども、新世紀という昔でいうキャバレーが、はい、神社のすぐそばにこう立っております。これはその狛犬さん越しに見たその新世紀というキャバレーの姿なんですけども、こういったことをですね、海外の文化というのを否定せずに、その日本の文化の中にさまざまな文化が入ってくることによって、神社の周辺また神戸の地というのは飛躍的に発展していたということでございます。で今はこういった具合に境内にさまざまな四季の花々がですね咲き誇り、そして生田神社に言われのある梅であったりとかですね、4月には生田の森にあっては曲水の宴という平安時代のお遊びですね、歌読みのお遊びを再現するようなこういった催しも行われてございます。といった具合でございまして、そのような歴史を持つ生田の森にさまざまなですね、国の方々が住むこの神戸、国際都市神戸の中にあって、何かそれらしいその表現をできる神楽がないかなと、できないかなということで、昭和42年に完成したのがこれよりご放送いたします神楽の生田舞でございます。私たちは普段神社という中におりまして感じることなんですけれども、日本という国というのはさまざまな文化が受け入れることができて、そして学ぶことができて、そしてそれを表現することができるという素晴らしい国だと思っております。で特に若いですね高校生中学生の方にお話しすることなんですけども、ぜひ何か日本の素晴らしいもの一つでもいいので、何か自分の中に取り込んでいただけることがこれから先海外と向き合うときに英語がしゃべれても自分の国の素晴らしいものを何か一つ、なんで神楽でもそうですし建築物もいいですし、京料理なんていうのは無駄な中に非常に時間をかけて素晴らしいものを完成させる味、彩り、そして周りの空間で、そういったものをぜひ感じていただきたいというふうにお伝えはしているんです。でこの生田神社という、1800年続く神社の中で、和と洋とそして神と舞という、そういうものがですね、融合された生田舞というのをぜひ今回一番初めにご覧をいただいて、この本日のテデックス三宮、この会が盛大に採用いたしますことを心よりお祈り申し上げます。それではこれより神楽生田舞を放送いたします。